さんこんにちは。ようです。今日は、ヴィパッサナー瞑想について、自分が、ちょうど経験して1週間経ってるんですけど、自分が忘れないようにっていうのと、戻ってきて結構みんなにどうでしたって聞かれることが多いので、ここに、情報として、記録しています。で、結構話長くなってしまうと思うので、今日は瞑想に行くことになった経緯と、ヴィパッサナー瞑想とは何だっていう、何ぞやってことをお話しさせていただこうと思います。で、まずヴィパッサナー瞑想を、知る経緯なんですけど、今からだいたい15年ぐらい前になるのかな。15年ぐらい前に、親友2人がヴィパッサナー瞑想をやってきたっていうので、10日間誰とも、アイコンタクトも取らず話さず、もう外とは遮断された状態で、自分の内側を見つめる10日間でやってきた方がいいよってことを言われてたんですけど、すごいその時忙しくしていて、プラスなんかその10日間あるんだったら海外旅行行くわみたいな、もうなんか右から左に流して聞いちゃってたんですけど、もうほんとその時はヨガも知らないし瞑想も知らないしっていう感じで、今はもうヨガを教えさせていただく立場になって、で瞑想も大体最後に取り入れることが多いんですけど、ヴィパッサナー瞑想と、全然違う瞑想をしてるので、どういう違いがあるのか、親友も行ってすごい良かったって言ってたので、経験してみたいなってことで行くことにしました。でも正直言って結構怖かった。最初は怖かった。もうそのインターネットとも、全然離れるし、誰とも話せないっていう状況で、自分がどういう風になるのかなって、そういう状況に置かれた時に自分がどういう感じをするのかなっていうのをすごい興味がありつつ怖い感じで行きましたね。で、結果的に本当にすごい行ってよかったっていうことなんですけど、ヴィパッサナー瞑想の、とは何ぞやっていうところなんですけど、もともと、私が知ってる限りお話しすると、もともとはお釈迦様が編み出した瞑想法で、彼はすごいこう民衆を見ていて、自分自身でも感じて、なぜ人は生きるとは苦しみが生まれるのか、生きていると苦しむことたくさんあると思うんですけど、でその、苦しみをどうやって、なくすかで、そういうこうミゼラブルって日本語で貧しいっていうのかな、心が貧しいっていうところ、そういう人はどうしてそういう風になってしまうのか、でそれを少しでも、みんなが苦しみから逃れるためにはどういうことをしたらいいのかっていうのを彼が考えていて、でたどり着いたのがヴィパッサナー瞑想になるんですけど、でそのヴィパッサナー瞑想っていうのは、シンプルに言うと、一番最初に習うのがアニッチャっていう言葉なんですけど、アニッチャっていうのは、インドの言葉でインパーマネント、全てのものは、変わる、変わらないものはこの世に何も存在しないっていうことなんですけども、それはすごい体感として感じるのがこの瞑想法で、最初の3日間は、アナパナっていう瞑想法を行うんですけど、でそれがここの呼吸にすごい集中する3日間になるんですけど、吸って吐いてってしていると、ここの感覚を感じ続けていくと、吸った息が冷たくて、吐いた息は、体の中から出てくる息であったかくて、
でそれを1日10時間10時間それをひたすら感じていくっていうことを続けるんですけど、もちろん最初のうちはそこに集中することもできず、いろんな感情が出てきたりとか、例えばなんかこの後何食べるんだろうとか何が出てくるんだろうとかで、あとは10時間その間休憩はあるにはしろずっと座ってるので、痛みも出てきて、その痛みに集中っていうか感覚がいってしまったりとかで、後ろも後ろに背もたれとかもないので、とにかく座ってるっていうことだけで結構きつかったっていう。でも3日後ぐらいにはその集中できる時間も増えていって、でもさっき言ったアニチャの通りうまくいく時もあればうまくいかない時もあるし、日によって変わるっていうよりはもう時間によっても変わってくる。食べた後は眠かったりとかでもそれは全然それでよくって、で4日目から10日目にビパッサナー瞑想に移るんですけど、でビパッサナー瞑想、ビパッサナーはそれもインドの言葉でありのままを見るっていう意味になるんですけど、やることっていうのは頭のてっぺんから足のつま先までをずっと感覚を感じていくっていうことを続けるんですけど、結構ずっと感じていくと感覚っていうのが分かるようになって、こうやって触ればね全部感覚があるんですけど、冷たいとかあったかいとかかゆいとか痛いとかそういう感覚で、それを自分の頭の中で、瞑想しながら感じていくんですけど、だいたい最初のうちは痛みがある部分とか、かゆみがある部分とか、あとしびれ、またずっと同じ姿勢でいるとしびれてくることがあるので、その感覚で結構止まってしまうことが多かったんですけど、最終的にはその感覚を感じながら、頭のてっぺんから足つま先まで、つま先から頭のてっぺんっていう形にずっと流していくっていう作業をひたすら続けるんですね。でこの自分の感覚を見つめるっていうことがなぜその最初のお釈迦様が言った苦しみを根絶することになるのかっていうのは、結局その自分の感覚で細胞レベルでずっと生まれ変わって、で呼吸もだけど呼吸も吸っては吐いてずっと変わっていくものをすごい深く気づいたことで、その感情とか頭の中で起きてることも常に変化してるっていうことに、気づける、深いところで気づけるっていうことで、その自分が今までしてきた、人生の中で一喜一憂しちゃうじゃないですか。いろんな心の動きがあって、例えば人を羨ましがるとか、あとあの人私のことどう思ってるんだろう、こう思ってるんじゃないかとか、そういう心の動きがなんか意味がないとまで無意味、でも意味がないのかな。それが真実ではないので、自分の頭でいろんなものを作り出してるっていうことが意味がない、真実ではないっていうことに体の感覚が常に変化していることを深いレベルで気づいたことによって感情も常に変わってる。だからネガティブなところでずっと、止まっている必要もないし、常に変わっているので、それは深く知れたっていう。だからそれは経験として、それはやっぱやってみないと、経験としてやってみないと頭だけで考えていてもなかなかできないと思うので、それをすごい経験できてよかったなっていうのがありますね。で10時間瞑想した後に2時間この瞑想法を今インドだけではなく世界で最初に広めた
ゴエンカ氏っていう男性がインドの方がいるんですけども、亡くなってるんですけど、でその方が講演しているビデオを見る機会があって、でそのすごい、気づきがあった。そのビデオもすごい良かったなっていうのがあるので、またちょっと今日長くなってしまったので、明日以降その、彼の講話とか、実際自分が経験してみて、その後今1週間経ってるんですけど、どういうふうに自分がそのプラクティスを続けてるかとか、そういった話をまた明日以降にさせていただこうと思います。最後まで聞いてくださってどうもありがとうございます。